5分でわかる水彩画。今日はこちらの絵を描きますよ。よろしければね、評価とチャンネル登録をお願いします。はい、今回はね、桜の花を描きます。桜の花もね、いろいろ種類ありますけども、今日は八重桜ですね。八重の桜の花っていうのはとてもボリューム感もあって、ね、描いていて楽しいですので、挑戦してみますね。では、色を塗ります。オペラピンクにジョンブリアンを少し加えた色ですね。この八重の桜は本当に色がね、ピンクがかった、結構はっきりしたね、色してますね。もう少し同じ混色で色を濃いめにして、このように塗っていきます。こうですね。今日は光が花の後ろから来てるようにね、描いてます。逆光で見えるというわけですね。ですので、また同じような色にウルトラマリンブルーなんかも少し加えたりして、日陰の色ですね。ピンクの花なんだけども、ブルーを加えて日陰の感じです。こうですね。さあ、これでまずね、今日の一つ目のこの絵のポイントですね。今日はお花がたくさんあるんですけども、でも同じようなものがたくさんあるときは、みんな同じ力の入れ具合で描かないで、どれが主役ということを、もうこの段階ではっきり決めましょう。ね、主役になるものを決める。これが一つ目のポイントです。では今度は葉っぱですね。葉っぱとっても黄色っぽい色してるんですね。さあ、ではその大きなね、形を描きます。面白いですね。こんな色とこんな形してるんですね。そしてこのね、花の近くまで塗ってくると、ほら、今日の花はね、どれが主役かだんだん見えてきたでしょ？そうなんですね。でもこれも最初からもうどれが主役かしっかり決めて始めないと、ね、難しいことになります。はい。ね、この八重桜っていうのはもう花びらのひだの具合とかですね、非常に微妙で、書き応えがあるっていうかね、楽しいですね。で、中心部ちょっとね、色が赤いんですよね。さあ、できてきました。ここで今日の2つ目のポイントですね。不透明のホワイトを使って細かい形ですね。それを書き起こしていきます。こんな感じですよね。本来透明水彩は紙の白を残していくというやり方が多いんですけども、でも必ずしもね、そういうテクニックだけにこだわる必要はないと思います。やはりこの細かいね、明るい形は紙の白を本当に残しにくいんですね。その時は躊躇なく不透明のホワイトを使ってみましょう。こんな感じです。ねえ。これが今日の2つ目のポイントになるんですね。でもやっぱりね、透明水彩のこの風合いっていうかですね、雰囲気、それを大切にする必要ありますね。あまりホワイトを使いすぎて、絵全体が不透明になりすぎない。
というのも一つの注意事項ですね。さあ、この辺こだわってますよ。ホワイトでね、花びら。ね、色々観察すると本当に楽しいとこです。葉っぱも何枚もありますので、ね、みんな同じになりすぎない。例えばこの葉っぱなんかちょっと強いので、絵の具を溶かして、その色を花の方に加えてあります。ね、こうやってちょっと取ってますね。さあ、だいぶ感じができてきましたね。はい。ねえ。シュッて勢いのいいタッチとかですね。はい。これで、ちょっとね、いらない線消してみて、どうかな？はい。出来上がりです。はい。書き上がりました。今回は、5分でわかる水彩画シリーズの中から、八重桜のね、花をテーマに描いてみました。やっぱりこのね、その季節のお花を描くっていうのは、本当に気持ちに染み入るようなものがあって楽しいですね。今回のね、八重桜の花の描き方、2つほどね、ポイントを示しました。これ八重桜に限らないとこもあるんですけども、同じようなものがね、複数あるときは、やっぱりどれが一番大切なものかっていうね、主役脇役を最初から決めておくっていうことは大切だと思います。そうするとみんな同じようにならなくてね、いいんですね。その2つ目。実は不透明水彩のホワイトを使ってましたよね。そうなんですね。八重桜のね、花びら、本当に細かいフリルみたいなね、ひらひらがついてるんですよね。ああいう時って、マスキングでね、白抜きしても大変だし、ね、もうそういう時はもう不透明のホワイトをね、ちょっと使って、ね、書き起こすと、本当にうまくいきますよ。ぜひ、試してみてくださいね。でもとにかく、特にお花ですからね、もう自分が楽しい気持ちで描くっていうことですね。そしてその花の特徴がちょっと出ればもう十分です。あまりボタニカルハードルよりね、しっかり説明することはあまり必要ないのかなと柴崎は思っています。ところで柴崎はチャンネルメンバーシップを開設しています。入会していただくとね、たくさんね、楽しい特典用意してありますので、ご興味ありましたらちょっと覗いてみてください。柴崎もあなたのね、ご入会もう楽しみにお待ちしてます。ということで今回は5分でわかる水彩画のシリーズの中から、八重のね、桜の花の描き方をやってみました。ね、あなたに楽しんでいただけたら柴崎ももうすごく嬉しいです。また次回ね、違うテーマでお会いしましょう。それではまたね。